昨年採れたニンニクを乾燥させてましたけど、もう芽が出て始めて、芽の出てない部分もありますけど、まだスカスカになってないので、最後の分もったいないですから、これを今日は黒ニンニクにしようと思います。で、今干してあった分ですけども、これの軸をカットして、根元の方も全部取ります。根をつけたまま乾燥させてました。こういう感じで、乾燥して縛って、外に干してあった分ですけども、でこれはきれいに皮を剥きます。外の皮をそのまま干してましたので、そしてきれいに皮を剥きまして、で、剥いたものがこういう感じですけど、芽の出たところも少しカットしたりしてます。黒ニンニクにしたらここの芽の出たところがちょっと硬く筋のようになるようですけども、後ろ側もきれいにして、根元の方もきれいに、取ります。でこういう形にしてます。で、これを昔の炊飯ジャーなんですけど、これがまだ保温も使えますし炊飯もできますし、新しいのはあれですけど古い分で、中の炊飯釜の殻を出して、ここにキッチンペーパーを底に敷きます。キッチンペーパーを底に敷きます。そしてこの中に一つずつ並べていきます。ニンニクは本当によく乾燥したものを使います。でこれはもうちょっと芽が出始めてるものもありますけども、こういうふうに芽があまり出ていない、ほとんど出てない部分もあります。しっかりしてますので、皮をきれいに剥いて、根元の方もきれいに取って、で、悪くなったところは芽かぎをして、入れます。で下に入れて、今2段ぐらいにしてますけども、これを炊飯ジャーの中の保温だけにして、10日から2週間ほど置きます。で小さいのもありますし大きいのもありますので、10日ほどで、一度様子を見たいと思います。これを電子ジャーの中に炊飯ジャーの中に入れて保温で、2週間ほど置きます。ニンニクが発酵する時にすごく匂いますので、できれば屋外の方がいいと思います。うちは納屋が広いので、納屋の中で、発酵させようと思います。2週間目です。黒く出来上がってます。これをスイッチを切らずに蓋だけ開けてちょっと水を飛ばそうと思います。黒ニンニクが出来上がりました。14日に電源を入れたまま蓋を開けて、半日ぐらい経ったものですけども、きれいに出来上がって今釜から出したところです。中央にある黒いのが、出来上がりの黒ニンニクで、薄皮も取ってあります。これはそのまま食べれます。すごい疲労回復とかいろいろ元気のもとになると思います。自分で、作ってみて、甘くて美味しく出来上がりました。完成です。